こんにちは、ルミです。今日は高松市にあるさぬきおもちゃ美術館にやってきました。先日移住者交流会に参加したのですが、その会場がさぬきおもちゃ美術館でした。最初はおもちゃという名前からお子さん向けの施設だと思っていたのですが、大人こそ楽しめる施設と感動したので、わがままを言って閉館後に撮影させていただきました。なんと館長さんが特別に館内ツアーまでしてくださり、初めてのインタビューにも挑戦しました。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。さぬきおもちゃ美術館は高松中央商店街のドームから徒歩2分ちょっとの場所にあります。ダイソー通り過ぎドン・キホーテの角を曲がると到着です。わかりやすい黄色い看板が目印です。さぬきおもちゃ美術館は全国にあるおもちゃ美術館の中で唯一民間で運営している施設だそうです。木のぬくもりあふれる館内には職人が手掛けた木製のおもちゃが並び、子供から大人まで楽しめます。香川の伝統工芸や香川ならではの景色をぎゅっとまとめて体験できちゃう体験型ミュージアムでした。大人がハマる秘密のおもちゃにも挑戦しました。後ほどご紹介しますので、ぜひ予想してみてくださいね。まずは入館料のかからないエリアを探索します。無料エリアにはカフェやショップがありました。お腹が減ったのでカフェから行きます。さぬきの食材を使ったメニューが豊富で、平日と休日でメニューが異なるようなのでご注意ください。この日は週末限定のビュッフェを注文しました。体に優しい素材を使ったいろいろなおかずがあって、とっても美味しかったです。特に香川の白味噌を使ったこの味噌汁は具沢山でとっても美味しかったです。優しい味なんで、白味噌がとっても優しい味です。めっちゃしみるデザートも美味しいですし、カフェタイムの利用もおすすめです。ちなみにカフェスペースはとても広々していました。テーブルが難しい場合はお座敷のスペースもあります。カフェのすぐ横のショップにも寄ってみます。丁寧な手仕事で作られた工芸品や木のぬくもりがあふれるおもちゃなどが揃っています。観光でのお土産にもぴったりだなと感じました。この日はよっけぽっけのアーカイブ展が開催されており、素敵なアイテムがたくさん展示販売されていました。いよいよここからは美術館エリアに入ります。今回特別に館長の中橋さんが館内を案内してくれるとのことです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いしおます。願いします。スペシャルツアー。まずね、このシンボルツリーなんですけども、香川県の万能町の樹齢58年の木を山の中で一緒に森林組合さんと行って切ってきた木でございます。はい、一緒に切ってきたんですよ。この床も香川県の杉とヒノキです。東香川の保養地区の木で樹種がね、いろんな樹種があるんですよ。いろんな名前が。そしてこの中にはテカ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 虫さん。じゃーん。ひっつき虫が100匹以上住んでいまして。これさっきお子さんも遊んでてめっちゃ楽しそうそうになんですよ。子してました。供がめちゃくちゃ取るんですよ。夢中ですね。やっぱり豊かな森に豊かな木があって、香川の山もこんなに自然が豊かなんだよっていう街中だけど自然を感じてもらえると。じゃじゃーん。キラキラキラーン。これが当館自慢の滑り台でございます。しかも漆でございます。バチ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 。香川県漆がとても有名なんですが、香川漆芸三技法っていう漆の漆芸が3つの技法があります。まず第1位、これが金磨っていう技法ですね。削って色を中に入れて平らにするんですけど、これが存世。そしてこれが彫漆っていう技法なんですけど、ちょっと触ってみてもらっていいですか。彫漆っていうのはいろんな色の漆を塗り重ねて、こう薄く 0.03 ミリぐらい削って中の模様を出すので、削り間違えたら違う色が出てくるので、すごく難しい技法なんですよ。で、この滑り台は彫漆でできている。これ子供たちが滑っていくと、公園の滑り台とか真ん中がへこんでるじゃないですか。へこんでくると模様が出てくるという子供のお尻の作る作品っていうことなんですよ。私も滑っていいですか。イエーイ。お尻ザラザラさせて滑ってほしいぐらい。
小豆島の木桶職人復活プロジェクトというチームの皆さんに作っていただいた木桶をお茶室にしました。これめっちゃ好きなんです。かわいい。中に入るとまた空間がね。ね、本当不思議音のな空反響とかも間で。違うので、子供はなんか好きみたい。いや、なんかこういう隠れ家的なところそう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 もうめちゃくちゃお子さん好きじゃない。ここでごっこ遊びに夢中になるんですよね。入り口はそっちなんで。こっちです。はい。いろいろうるさいですね。はい。はい。ちょっと待ってください。はい。トン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 。何にしましょうか、今日うどんは。もちろん香川県民といえばかけうどん。かけていきますか。はい。よ、湯切りが難しいんですね。はい。じゃあ、こんななんかこうリアルな。天ぷら乗せてほしい、天ぷら。しかも香川県といえば讃岐の目覚め。いいですね。おいしい。今季節やけどね、讃岐の目覚め。かき揚げもなんかちゃんと種類がある。そう、エビとしらすと。すごい。これも県産の木で、県内の職人さんが丁寧に一つ一つ作ってくれた天ぷらです。ここはまた綺麗なゾーンですね。なんか、はい、これ何かわかりますか？これはもう盆栽です。よくわかりました。木梨。そうです。木梨はもう世界一の松盆栽の聖地ですから。で、この讃岐かがり手まりというこの手まりが香川県の伝統工芸で、もみ殻を薄い和紙で巻いて、で木綿の糸を草木染めにした淡いこの優しい色合いでかがっているんですけど、その手まりの土台のまりの磁石を入れて、これは松葉なんですね。松の葉っぱ。なるほど。松葉を剪定するように。どのバランスがいいかなそうです。とかを。枝ぶりがこうじゃなとか言いながら、この手間がかかるというのは高級品なので、普通だったら、もう触ったらいかんよとか、もうね、高い棚の上でガラスケースに入れて飾っとくみたいなのをこの手に持って本物を子供に触ってもらいたいっていう手まりを作った作家の皆さんがそう言っていただいたので、ね、一つして同じのないですからね。本当ないですね。香川県の坂出市はですね、三金時が名産になってまして、これが金時芋。はい、抜いてください。はい、いきます。はい、いいよ。簡単に。はい、いい感じですね。で、これがお正月には欠かせない金時人参。この香川、そう知ってます？赤いでしょ。はい、そうオレンジじゃないんですね。見ました。はい。そして金時みかんに椎茸に瀬戸内レモン。椎茸もある。香川には美味しいもんたくさん。これ飯野山を象徴されてる。そうですそうです。香川県はこれおむすび型の山が多いのと、そして味石という石が名産なので、味石はお墓の石によくされますけど、こうやってゆりかごから墓場までって言ったらゆりかごを作ってくれてちゃんと揺れるんです。このゾーンは赤ちゃんの木育広場といって、2歳までのお子さんが安心して遊べるようにゾーニングされています。これもなんか隠しボールがそうなんです。あるとのことで。そうです。ほら、私すぐ見つけられる。やっぱり館長すごい呼ばれとる。呼ばれてる。うどんのんくんちょっとひっくり返っとるけん。はい。はい。何個ぐらいそういう隠しボール的なの入ってるんですか？結構あるんですよ。醤油豆もね、3つぐらい。はい。ちょっと待って。ちょっと探そうか。しんない。これは県産ヒノキなんですよ。これが小豆島のオリーブ。全然ね、重さが違う。そうでしょ。重さもツルツル感も違うでしょ。切って全部違うんやんが、ここで子供が遊びながら気づくんですよ。確かに。そうなんですよ。この卵プールには全部で4500個ほどの卵があるそうです。その中に今は14個ほどのレアな卵があるそうです。ぜひ来館して見つけてみてくださいね。いくつかのエリアを中橋館長に紹介していただきましたが、他にもたくさんの香川の伝統工芸や名物が揃っています。その他のエリアはぜひ実際に来館してご体験ください。それではここで大人もハマる秘密のおもちゃの答え合わせです。それはこの10連けん玉です。なんかテレビとかではよく見たことあるんですけど、実際触ったのも見たのも初めてで、絶対無理だなっていう感じがすごいです。それでは早速やってみようと思います。まず揺れてるけどいいのかな。まあ一旦やってみましょう。私めちゃくちゃ運動音痴なんですがやってみます。せーの。絶対無理だなこれ。それでは2回目挑戦です。
乗ったすごない。3回目いきます。全然ダメや。できる気配がないので5連けん玉に持ち替えてみました。せーの。あ、ちょっと惜しかった。全然無理だ。いきます。もう一回いきます。はい。それでもやっぱり難しかったです。それでは成功例をご覧ください。竹も挑戦です。一発でできてしまい驚きすぎて固まってます。5連けん玉を成功すると証明書を発行してくれるので、皆さんもぜひチャレンジしてみてください。ちなみにこんな難しいけん玉もありました。館内にはボードゲームコーナーもあり、子供から大人まで楽しめるゲームが揃っていました。ここで突然始まった館長とのゲーム対決。スティッキーというゲームです。はいはい。青抜く。あ、そういうことですね。はい。ジェンガのなんかちょっとあ、そうかもしれない。大判みたいな。これだとおじいちゃんおばあちゃんから孫まで一緒にできるでしょ。いけますね。でだんだん大人が本当にするときはこれを一本ずつでこう例えば赤抜くときに、こう大人はこう手を一本でやるとか。とかねってめいう。っちゃむずいですね。怖っ。それはセーフなんですね。セーフセーフ。色によって棒の太さが違っています。こうで両手で一本ずつの指でやったのに。そうよそうよ。黄色ばっかりずるいよね。細いな。あ、黄色よっしゃ。よっしゃ。思ったよりも熱戦で長くなりました。2人がうますぎ説じゃない。そうなんよ。あ、これだ、私だ。イエーイ。よっしゃよっしゃ。イエーイ。それではこんなお茶目な館長さんに最後にインタビューをしたいと思います。本日案内してくださった館長の中橋さんにお話をお伺いしたいと思います。中橋さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。全国にあるおもちゃ美術館ですが、民間の NPO 法人が運営しているのはここ讃岐おもちゃ美術館だけということで、中橋さんはもともとどのようなお仕事をされてて、はい、どのような経緯でここを立ち上げることになったのかお伺いしていいですか。はい、私は結婚してしばらく県外にいたんですけど、子供を産んで香川に戻ってきて、わははネットという子育てサークルを立ち上げて今年で27年目なんですね。で地域の子育て活動をする中でこういう居場所づくりをしたいなと思って作りました。設立時ならではのちょっと大変だった、なんかありましたでしょうか。そうですね、まずは場所をどこにするか、本当駅からも近い、商店街からも近いっていう、この好立地の中でできたらいいなっていう、そこの場所の選定と、そこからお金ですね、やっぱり。そうですよね。なんと言ってもやっぱお金がかかるので、NPO なんで銀行さんが貸してくれるんだろうかとか、で本当に資金は集まるだろうかっていう、そこも心配しましたし、あとは人ですね、一緒に運営してくれる仲間がどんな方が来てくれるんだろうっていう、心配ばっかりでした。クラウドファンディングとかもされた、そうなんです。これやるしかないっていうので、クラウドファンディングをして、最初目標金額500万円でしたんですけども、1週間経たないうちに目標達成して、すごい、そうなんですよ。それはやっぱり中橋さんの人望が。なんかね、もう毎日インスタとかSNS でもう頑張ってる必死さをアピールしてですね、で最終的には1300万ぐらいクラウドファンディングでなかなかやっぱ達成するクラウドファンディングってそんなのないと思うので、すごいやっぱりすごいなと思います。寄付していただくっていうことだけではなくて、自分が関わったっていうことで、クラファンしてくださった方が自分の場所みたいな感じで感じてもらってるのがまたありがたいなと。表にある寄付してくれた方のクラウドファンディングの、そうなんです。クラウドファンディングで、あと企業さんのご寄付も結構応援いただいて、何かやりたいなって思ったことがあっても、やっぱり実際にそこに移すのってすごい難しいと思うんですけども、中橋さんが今までパワフルに行動できたところのきっかけとかあるんですか。
なんかね、はい自分のやりたいことのためにやるっていう時にはやっぱり躊躇したりうまくできるかなって思うと思うんですよ。はい、うち今子育て支援っていう中で、はいこの子たちがとかあーこの家族のためにとかそういう思いなのであんまり思いがぶれることが、ないかなと。はいここに来るとこう香川の文化とかいう場所がギュッと集まってて、またしかも短時間で回ることができて、こう移住者の方とか旅行者の方とかがこう香川のいいとこ知るために来られるとすごいいい場所だなって感じたんですけど、なんか実際に来館者さんからなんかどういう感想を受けることが多いですか？そうですね。もともと作ろうと思ったきっかけが、香川の子どもの自己肯定率が全国でワーストだったんですよ。で、その自己肯定率を上げるために、こう自分のふるさとは自分をこう育んでくれた、育ててくれたふるさとの自然とか歴史とか文化とか素晴らしい人たち、そういうのを赤ちゃんの時からシャワーのように浴びながら育つ環境ができたらいいなと思ったので、そういうものをこうギュッと詰め込んだつもりなんですね。でもそれは子どものためだけじゃなくて大人も意外と知らなくって、だからここに来るとこんなんあるんや、こんなん作れる人が香川におるんやとか、っていう発見をたくさんしてくれるので、それがまた嬉しいめです。ちゃくちゃいいですね。はい、私も実際やっぱりこう見渡した時に、こう今までいたと小豆島の桶とかも実際行ったことがあって、あ、こういう風に展示されるんだとか、漆とかもこういう風に滑り台になって展示されるんだとかいろいろ発見がありました。私の知り合いの方で、ちょっと名前自体がさぬきおもちゃって入ってる、おもちゃって入ってることで、男性一人で行っていいのかなってちょっと躊躇されてる方もいらして、そこら辺は結構ウェルカム、全然大丈夫なんですか？うちはね、ウェルカムなんですけど、やっぱり大人だけは入れないわよねってよく言われるんです。そうなんですね。ただね、このおもちゃ美術館は、おもちゃ学芸員さんっていうボランティアの方が、結構今120名ぐらいご登録いただいてて、毎日学芸員さんが入れ替わり立ち替わり来られてるので、結構ね、つきっきりでまあね、混雑してる時はそうあれですけども、大人の方来られたら意外と大人の方が大人と話ができるので、学芸員さんもどちらから来られたんですかとか、これこんなんですよとか言って生き生き説明してくれるので、それは朗報。ぜひ。じゃあちょっとなんでしょうか、一人でうろうろするのがそわそわするなって方は、学芸員さんにちょっとお声掛けしても大丈夫。学芸員から声かけてもらいますきっと。ありがとうございます。最後にこんな方にこう来ていただきたいなとか、もし未来の展望とかがございましたら教えていただきます。本当にまだ学生さんから結婚してない方々、そしておじいちゃんおばあちゃんまで、一応ね0歳から100歳までっていう対象にしてるので、いろんな方に来てもらいたいなと思っていて、それも子供も親以外の大人に関わってもらうっていう機会がなかなかないと思うんですよ。お兄ちゃんにけん玉教えてもらったとか、このお姉ちゃんと遊んだとか、ここのおばちゃんがとか褒めてくれたとかっていう、そういう経験ができる場所になればいいなと思ってるので、もう全ての人に来てほしい。本当そうですね。今日のイベントとかも双子チャンネルのイベントとかもやっぱりその地域のまた知らない方との交流とか、なんかこう近しい中学生の子と幼児の子が触れ合ってるのってすごいいいなって。ありがとうございます。その異年齢とか異業種とか、なかなか接点持てない人がここで出会って、なんか 1+1 が3にも5にもなる場所になればいいなと思ってます。ありがとうございます。お話をお伺いして、さぬきおもちゃ美術館はたくさんの方の思いが詰まった場なのだなと感じました。この日は双子ちゃんが集まるイベントが開催されていましたが、さぬきおもちゃ美術館では定期的に様々なイベントが開催されています。インスタグラムなどで告知しているそうなので、ぜひフォローしてチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いします。